アバルトとフェラーリのはい共通点って塚さんご存知ですか？マセラティのエレガントさっていうのが不思議なくらい反映されてるから面白いね。指名買いじゃないですかこれじゃあ。指名買いだね。レセンス&ボーイズ TV の時間でございます。ご案内はいつもゴール塚さんです。よろしくお願いします。今日はですね、マセラティそしてフェラーリ2台対決ということで楽しみにやってまいりました。じゃん。あれ違うけどね、マッチ構えて男もいますけど、トラ君今日フェラーリとマセラティじゃないの？おっしゃる通りです。アバルト695トリブートフェラーリ、そしてアバルト695エディツィオネマセラティ、そういう2台の対決でございますね。アバルト695をベースにフェラーリとマセラティがそれぞれコラボレーションして生まれたモデルなんだね。今回のレセンス&ボーイズ TV はアバルト695トリビュートフェラーリエディツィオネマセラティの2台乗り比べでございます。お楽しみに。じゃあまず1台目はトリブートフェラーリ。アバルトとフェラーリの共通点って塚さんご存知ですか？イタリア、あとレース。正解。まさにアバルトとフェラーリっていうのはレースに勝つために生まれたブランドなんだよね。フェラーリは大排気量、アバルトの方は小排気量で、クラスこそ違ったものの、レースに勝つことを目的としてかつそれぞれが勝ち続けてきた歴史があるんだよね。それは強いですよ。発表されたのは2009年、フランクフルトモーターショーで発表されました。1696台生産されて日本には150台が正式に入ってきた。じゃあ2台の違いっていうのは何ですか？それぞれまず内装と外装で違いがあるんだよね。695トリブートフェラーリの方は当時のフェラーリのスポーツカー430スクーデリアにインスピレーションを得ているディテールが多い。それはね、ここのストライプがそうでしょ、でよく見ると、このホイールだってね430スクーデリアのホイールに見比べると似ているんだよね。あとはフェラーリらしいっていうところ、カーボンがふんだんに使われているとか、バッジフェラーリって書いてあるね。そういう風なコスメティックなチューニングがフェラーリにインスピレーションを受けた形で施されている。なるほど。なんだね。でマセはどんな感じですか？こっちはですね、当時のマセラティのグランツーリズムをインスピレーションを受けた形でデザインされている、フラッグシップですね。このホイールなんてまさにマセラティそのものでしょ。トライデント。フェラーリの方はカーボンがふんだんにあしらわれてたのに対してミラーがボディ同色とか、ピラーもツヤのあるブラックになっている。ああ確かに。マフラーが4本出しだったのに対して楕円形、これもグランツーリズムのデザインに共通してる部分なんだよね。そしてこっちはキャンバストップではありませんか？ここまでだけじゃなくって、後ろまでもガーって開くタイプだから開放感全然違うね。あとこれ同時に出たの2台とも。時間軸はちょっとずれてるんだね。こっちがとっても人気だった。僕の記憶だと予約で完売しちゃったような。695とのコラボ第2弾としてこっちが数年後に出てきた。どれぐらい作ったんですか台数？これね、あっちに比べてぐんと少ない。世界で499台、随分少ないね。のうちなんと日本に100台余りが入ってきてる。世界的に見てもマセラティのプライオリティが非常に高い。日本のお客さんよく買ってくれたと。なので日本にこれもどんと持ってきちゃおうということで5分の1のエディツィオネマセラティは日本に入ってきている。パッと見一緒かと思ったら全然違うね。外見だけでも全然違うし、アップ乗ってみると中身も違う。内装も外から見ただけでも違うもんね。でも共通してるのはマセラティもレースで勝つためにやってきたブランド、フェラーリもそう。そしてそこにアバルトが間に入るっていう異色コラボレーションのように見えて、実は歴史上強い共通点があって、メーカーを飛び越えてね。マフラーとかは音が違うんですか？レコードモンスターのマフラーを使ってるっていうところまでは資料上一緒なんだけど、もしかすると違うかもしれないね。乗る前に聞き比べません？せっかくなんで聞き比べてみようね。じゃあまずフェラーリの方かな、太郎。聞いてみたいね。もうかっこいいな。細くて4本出てて、僕のこの萌えポイントは出口の薄さ。手が切れそうなぐらい薄いじゃん。これかっこいいしスポーティーだよね。どんな音するんでしょうね。おー、これやな。ゲロゲロと、ちょっと吹かしてください。これですよ。盛り上がった後のゴボ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 ってたまらんね。次はエディツィオネマセラティの方をエンジン始動お願いします。エディツィオネマセラティの方が
穏やか穏やかだで、ね。もっとあっちはゲロゲロって言ってたけど、こっちはこうボー、うんうん、太いそうね。滑らかな音が聞こえるね。ゲロってないね。回してみてもらえますか。違う。違う。もう一回。もう誰の耳にも分かりやすい違いがあります。まだ乗せてもらえないの？やりましょうかフェね。ラーリさんからいきますか。そうだね。ということで試乗行ってきます。はい、乗り込みました。フェラーリですよ。すごい引き締まった印象。おお、硬いですね。これぞレーシングカーと言いますか。何がこう違うんですか？アバルト695っていうのはベースとなった 1.4 リッターの直列4気筒ターボエンジン手が入ってるんですよね。標準のアバルト500っていうのは IHI 製のターボがついてた、これがまず変わっていて、レーシングバージョンのアセットコルセと同じギャレット製の可変ジオメトリーのターボがついている、速くなっているんだね。で結果的に0から100キロ、加速タイムは7秒切っちゃった。で最高速度はなんと225キロ。このちっちゃい車がモンスターマシンと言ってもいいよね。いやもちろんパワーアップしてるんで、そのための制動力が必要になってくる。ブレーキキャリパーはブレンド製、なんと4ピストン。ホイールの中覗くとなんとブレーキ計305ミリまで大きくなってます。シフトレバーってないの？ここに本来はね、マニュアルモデルはあるけれどもボタンになっている。アバルトコンペティツィオネっていう風に名付けられたシングルクラッチのセミ AT っていうものです。クリップもしないし、変速するときにちょっとこうつながる動きがあるよね。はい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 。で、面白いのが今って8速とか9速でどんどんシフトチェンジしていったりする車多いじゃない。それに比べてちょっとアクセルを緩めて変速を待つとか、車の動きに耳を傾けながら乗れる楽しさってあると思うんだよね。だからこれがうまく決まった時に一体感があるっていうか。ただ F1 マジックじゃん。そうだね。加速していくね。これ静止状態からぐーんと乗っていきます。ここで変速、でまた加速する、でここで変速っていう風に車に合わせていく楽しさみたいなの、会った時の滑らかな感じとかはとっても楽しいと思う。2ペダルなのにマニュアル感覚が味わえるね。中でこう人が動かしてくれてるような感覚だよね。本当に誰かクラッチ踏んでるみたい。であとはさ、この、おいすごい聞こえてるかな、変速する時にバフっていう音がする。これもマニュアル車ではないシングルクラッチ AT ならではの魅力だよね。いろんなものが進化しすぎちゃったゆえに、こういう部分が個性になってて操る楽しさにもつながってるっていうのはすごくいいことだなっていうふうに僕は思う。乗る人が楽しくなる車ですね。そうだね。そしてね、やっぱ内装もカーボンでさ艶があって、下にプレートあってさ、かなりレーシーなセッティングだね。このシートの背面もさカーボンでしょ。艶がある。思うのはさ、595見てます、695見てます、695にしようかな、トリブートフェラーリにしようかなみたいにさ、並列して並べて選ぶ車じゃないよね。トリブートフェラーリが欲しい、この車を探して買いますっていう人のためにある車だと思うんだよね。それはそうだな。もう一つ思ったのが、アストンマーティンのシグネットってあるじゃないですか。あっちは仕立ての良さっていうのが売りなのに対して、こっちも独特なフェラーリらしい仕立てもある。それで言いながらこんなにまた運転して楽しいと考えると、何かと比べて買う車じゃもう全くないよね。指名買いじゃないですかこれじゃあ。指名買いだね。対してマセはどうなんでしょうか。それも楽しみだけど、乗り換えてみますか。そうだね。エディツィオネマセラティの方に乗り換えてみましょう。なんか全然違う車、セッティング違うの？サスペンションは一緒らしいんだと思う。でホイールのサイズも一緒でしょ。僕たちがこの違いを感じるのは、シートの部分が大きいと思う。形状も違えばクッションの感じも、革の感じも違うから乗り心地がマイルドになったかのように感じるよね。座った瞬間から違うなと思ったの、そこ大きいかもしれないね。ねえ。あとは何が違うんですか？マセラティのエレガントさっていうのが不思議なくらい695エディツィオネマセラティにも反映されてるから面白いね。いいとこ取りと言いますか。もう一つ優雅に感じられるのはさ、695マセラティ屋根が開くじゃない。
これを開け放ってゆっくり走るみたいな、こういう楽しさがフェラーリと違う側面かもしれない。だけどもちょっと踏めば満足のいく加速ができて、どうぞ。おお、車体軽いしさ、だから速いよね。ブレーキの感じはどう？ああ、ギュッと効くね。そしてシフトダウンしたらちゃんとエンブレが効いてくれて、パドルシフトは慣れてない人でもすぐに使いこなせる感じがいいですね、これは。ハードトップとこのソフトトップで乗り比べてみると、こっちの方が車の緩さみたいなのが感じられるんですね。あっちはギチギチに引き締められてるけども、こっちは衝撃の逃げみたいなのもある気がする。これがマセラティのキャラクターというか、落ち着いたリラックスした感じにつながってると僕は思うな。なるほどね。きちんと車の根本の部分から作り変えてるし、フェラーリそしてマセラティで分かりやすく作り変えられてるんだなっていうのは乗り比べて初めて分かるよいやね。キャラ全然違う。塚さんどっちが好き？僕はもうマセラティの方が好きです。そう。太郎君は？僕はせっかちな性格もあんのかな。ギュンギュンに走って楽しみたいからフェラーリと。でもさ、これ今日2台並んでるわけじゃん。エセンスのさフィロソフィーでもあるさ、もう一点物だったりとかさ、厳選した車をね選んで売るっていうところはだってなくない？なかなか2台並ぶってことはないから、この2台選べる喜びみたいなのあるじゃないですか。乗り比べて2台あるからどっちが自分に合ってるかとか、どっちにこんな魅力があるかっていうのは分かるからね。他にもエセンスの在庫って乗り比べられるようにラインナップしてあったりするじゃない、いろいろ。今回はこれ50095が2台フェラーリとマセラティがあるっていうのは相当すごいことだよね。つくづく面白い車屋さんだね。はい、乗ってまいりましたね。帰ってきたね。いいね。こんなに違うと思わなかった。僕も。あとさ、僕のオスね、マセラティちゃんの方には JBL のサウンドシステムが組んであります。サウンドね、重視派だもんね。はい、優雅にオープンにして早くも走れるし、いい音で音楽を聴きながら乗れるマセラティおすすめ。僕はもう目をね三角形にしてそうね、ね、ギュンギュンギュンとあなたの性格ね。大きな音を鳴らしながら走るっていう意味で、はい、この楽しさもあるなっていうふうに思う。そうなんですよ。全く別の車でございました。でそしてさ、そもそもアバルト695っていう車、595もそう、フィアット500もそう、フィアットグループを立て直した方だけれども、マルキョーネさんがいた時代の車っていうのは車そのものにも個性があるんだなと、これが面白いところだなと思った。だから車の魅力もそう、アバルトの魅力もそう、なおかつフェラーリ、アバルト、そしてマセラティ、レースの歴史にも触れるっていう意味で車から学ばせていただくことって本当多いなっていうふうに思うね。確かにね。哲学、そして歴史、そして時代背景、そしてその人が作り出した素晴らしい思想、最高ですよやっぱ車って。ということで今回のエセンス&ボーイズ TV はトリブートフェラーリとエディツォーネマセラティの2台でお届けしました。太郎君楽しかったね。またね。また行きましょう。バイバイ。